皆さん、こんにちは。今回は東舞鶴駅から徒歩で舞鶴フェリーターミナルを目指します。15分ほどの道のりです。東舞鶴駅からまっすぐ行けば舞島港歩道橋があって、それを渡ると舞鶴フェリーターミナルはすぐです。舞鶴フェリーターミナルに到着しました。天気が気になっていたのですが、なんとか雨が降らず良かったです。なんと天気が回復し、夕日まで見ることができました。これは晴れ女確定だね。おまけに虹まで出てきましたよ。虹なんか久しぶりに見た感じがする。嬉しいな。受付カウンターはこんな感じでした。受付の前に小さなレストランがあるんです。お部屋の写真と料金が貼ってありましたので、予約なしで乗船なされる方もいるんでしょうね。2階には広い待合室があります。そしてキッズルームもあったりします。夕食はフェリーターミナル内のレストランでいただきます。新日本海フェリーだからきっと美味しいに違いないだろうな。少し量が多いかもしれないけど、中華満腹セットのエビ味噌ラーメンを選びました。昭和のお店という感じが満載です。これは美味しそう。いただきます。そろそろ21時15分なので、ハマナスの入港を見に行かなくてはと思い、外に行くとちょうどハマナスが解凍しているシーンでした。どこから撮影したらいいか悩んでいたら、従業員の方がこちらで撮影したらどうですかと言ってくださったので、岸壁から撮影させていただきました。水面が鏡のような感じでネオンが映って綺麗だよね。ハマナスは船尾から舞鶴フェリーターミナルに入港してきました。やっぱり200メートル超えのフェリーは大きいね。このハマナスに乗船したいと思い続けていたので、目の前で見ることができ、本当に幸せな気持ちになりました。ハマナスは2004年7月2日に就航したフェリーで、21年目になるかなり古いフェリーです。それでも大型フェリーとしては、日本最速の航海速力 30.5 ノット、速度で言えば時速56キロのスピードが出るフェリーです。やっぱり長いね。全長 224.5 メートルで、なんとビル50階建ての高さと同じぐらいの長さなんですよ。このハマナスは新造船が12月に就航予定で引退するという噂を耳にしています。新造船は全長199メートルと小さくなり、旅客定員も286名とかなり減少するそうです。きっとこのサイズがベストということなのでしょうね。これは就航する日のチケットを取るのは至難の業ではないでしょうか。船にはブレーキがないため、プロペラを逆回転させ、止める必要があります。けどプロペラを急に逆回転させるとエンジンに負荷がかかるため、回転数が落ちてきたところで逆回転させ船体を止めます。プロペラの逆回転の音が響き渡りましたよね。止めるためフルパワーでハマナスは頑張ったはずです。ハマナスが着岸しました。まだロープがたるんでいるため、フェリー側でロープを張る作業をやっていました。間近で見ると大きさに圧倒されます。もうすぐ乗船できると思うとドキドキ、ワクワク感が抑えられません。ルートマップを見てみましょう。新日本海フェリーハマナスは舞鶴から小樽まで20時間55分で結ぶ高速フェリーです。新しいものばかりに目が行きがちだけど、古いフェリーターミナルと古いフェリーは雰囲気があってなんかいいよね。そろそろ乗船時間なので、
2階の待合室へ向かいましょう。さて、乗船です。初めての航路はなんか緊張するな。徒歩乗船になると舞鶴と小樽間を往復してもどこかで一泊しないとダメなので後回しにしてきた航路なのです。今回は小樽に宿泊する予定なので乗船が可能となったわけです。浜那須のサイドデッキ広くていいな。航海中出れると嬉しいけどどうなのかな。乗船口でスタッフの方が案内所へ連れて行ってくれました。チケットをチェックし、ルームキーを手渡してくれました。これが浜那須の3層吹き抜けのエントランスです。さて、お部屋に向かいましょう。手すりのメッキや天井の鏡がきれいに磨き上げられ、これが21年も使われてきたフェリーとは思えません。それほど手入れが行き届いているのでしょうね。さすが新日本海フェリーです。今回は6階のデラックス A 洋室バリアフリーベイを取りました。相方が車椅子のため、ここを押さえてあげたかったのです。なんとこのお部屋はバリアフリーベイとしては珍しく、バルコニー付きなんですよ。素晴らしいです。それと、今回取ったお部屋の601号室は進行方向右側にあって、朝日を眺めれるバルコニーでもあるのです。デラックス A 洋室バリアフリーベイには反対側に640号室もあります。古いフェリーなのにバリアフリーが行き届いているのはすごいことです。お部屋に入ってみましょう。うわぁ、何この広いお部屋は、ここでゆったりと船旅ができるなんて最高だね。さすがバリアフリーのお部屋です。こういうお部屋を作ってくださった新日本海フェリーさんに感謝です。これが21年前のフェリーとは思えないほど手入れが行き届いたお部屋でした。このフェリーがあと数ヶ月で引退するなんて信じられません。引退前にもう一度乗船できればいいな。こちらが車椅子用の洗面とウォシュレットが取り付けられたトイレです。そして広いバスタブとシャワーがついていました。部屋にもう一つ扉があったので開けてみたら、トイレ、洗面、バスタブがついていてびっくりしました。クローゼットは大きく、使い捨てスリッパ、靴べら、ハンガー、消臭スプレーもありました。二人掛けのソファーと丸いテーブルもあって、まるでスイートルームみたいでした。大きな鏡とテレビがあって、そして案内所への電話があり、ドライヤーはパナソニック製のものがついており、湯沸かし器はタイガー製でした。清浄済みのコップ、湯飲み、そしてお茶のティーパックが4つついていました。テレビのリモコン、ティッシュボックスもありました。デスクの下には冷蔵庫もあって、
お部屋としてはフル装備でした。あと、バリアフリー部屋には珍しくバルコニーもあるんですよ。ターミナル側ではないので真っ暗ですけどね。再び4階サイドデッキに出てきました。乗船した際に使った通路ですが、フェリーでここまで幅の広いのは初めてです。ハマナスと書かれたオレンジの浮き輪は今まで使われたことがないように綺麗で安心しました。人道橋がフェリーから離され、デッキの安全柵が閉められました。人道橋が離れていき、もうすぐ出港です。ありがとう。さよなら。行ってきます。お見送りありがとうございました。行ってきます。長い時間のお見送り本当にありがとうございました。なんだかジーンときますよね。出港を見た後、お部屋へ戻り、お風呂の準備を済ませ、6階のお部屋から5階にある大浴場へ移動です。今日の疲れを取るぞ。ザブンと浴びてさっぱりしてきます。気持ちよかったです。4階の自動販売機コーナーで風呂上がりのミネラルウォーターを飲むぞ。ここは本当ならビールなんでしょうが、飲めないのでミネラルウォーターです。もう夜中の1時を回ってしまいました。船内はとても静かです。朝日を見るためにそろそろ寝ますね。おやすみなさい。おはようございます。朝4時35分です。少しだけ水平線の上あたりが色づいています。けど今日は厳しそう。バルコニーに出てみましょう。空が茜色に少し染まっていますね。朝日が顔を出さないかな。先ほどより茜色が濃く見えてきました。きっと日の出でしょうね。雲に邪魔されてしまいましたが、茜色に染まる空が見れてよかったです。フェリーが波を切って出る波紋のことをケルビン波形と言います。水面にハの字のように出る模様のことです。バルコニーの後ろには大きなファンネルが見え、迫力があります。一
人が少ない朝方に船内を探索してみましょう。エントランスホールにある4階の案内所です。ハマナスの案内図が4階にありました。4階エントランスホールから長い客室の廊下を歩いていくと、突き当たりにスモーキングルームなる展望ルームがあります。就航当時はタバコを吸う方もたくさんいたのでしょうね。現在は吸う方も少なく、いつも空いている展望ルームになっています。タバコが苦手な私ですが、撮影のためと思って入ってみました。とても広い展望ルームです。誰も使っていないなんてもったいないお部屋です。各テーブルごとに灰皿が設けられていました。ここから選手を見ることができます。天気が良ければもっと良かったのですけどね。一つ上の階にある5階のフォワードサロンにやってきました。こちらも展望ルームとなっています。禁煙室です。選手の5階にあって明るく、展望もいいフォワードサロンは最高です。乗船されたならぜひ行ってきてほしい場所です。今日の日本海は穏やかな日で全く揺れを感じなかったです。まだ日本海航路で荒れたことがないんですが、きっと運がいいのでしょうね。6階のコンファレンスルームにやってきました。ここでは映画が乗船中に2回上映されるんですよ。映画館みたいに段差はついていませんけど、とても広いホールです。6階のエントランスから下を見たらこんな感じです。とても立派なエントランスです。次は5階のプロムナードへ行ってみましょう。個室でない方なら絶対ここがおすすめの場所です。プロムナードを越えると奥にはこのようなカフェスペースがあります。ステージもあって今日はジャズの生演奏を聴けるそうです。カフェスペースから外のデッキに出ることができますが、こんな大きなフェリーなのにここしか出れないのはもったいないな。お天気は回復していくということですが、青空は今回の船旅では見ることができなさそうで残念です。オープンデッキももう少し後ろに出っ張っていれば綺麗な光石が見れるのにな。ここも残念なところかな。お腹も空いてきたので、5階のレストランに向かうことにします。朝食は1時間と短い営業時間なので忘れないようにね。新日本海フェリーのレストランは自由に席を選び、タッチパネルで注文すると持ってきてくれる仕組みになっています。日本海を眺めながら食事ができるのです。来ましたよ。和風プレートセットです。少しお値段は高いですが、その分お味がいいのと、船内で食事ができるということで仕方がないところかもしれません。いただきます。食事後、4階のエントランスにあるスタンプコーナーでハマナスの乗船記念スタンプを押しました。やっぱり乗船したら押さないとね。
船内で一番ゆったりできるソファーは4階の案内所近くにあるこのソファーかな。キッズコーナーかと思いきやチルドレンコーナーという名前になっていました。ゲームコーナーでは学生さんがエアホッケーを楽しんでいましたよ。ショップですが、商品は案外豊富にあります。空いている時間が短いので注意が必要です。新日本海フェリーのオリジナルグッズもたくさんありました。お菓子類もこの通りいっぱいあります。エントランスには新日本海フェリーオリジナルのガチャガチャがありましたよ。今から洋上イベントがありますのでカフェステージへ行きましょう。歌は著作権の関係でダメでしたが、演奏は問題なかったので聞いてみましょう。昼食をレストランに食べに行きましたが、レストランはとても空いていました。値段が高いからなのかな。もちろんザンギプレートを選びました。ここのザンギもチャーハンも美味しいんですよね。現在、浜の巣は津軽海峡の横を越え、北海道へ入ろうとしています。メロンパンの販売なので、カフェへ行きましょう。チョコチップメロンパン一つ。はい。14時からの販売ですが、すぐに売り切れてしまう人気のメロンパンなのです。お部屋でゆっくりと食べることといたします。バルコニーから外を見るとあいにくの雨模様です。これは夕日は無理そう。残念です。こればかりは仕方がありません。雨なので夕食まで少し寝ることにしました。さて、夕食を食べにレストランへやってきました。このフェリーで最後の晩餐として選んだメニューは新日本海フェリーオリジナルハンバーグとオリジナルビーフシチューを注文いたしました。とても美味しそう。いただきます。フェリーの振動で動画がブルブルして申し訳ないです。お支払いは座った座席に伝票バーコードがあるので、それをレジでスキャンすれば OK。現在、18時56分、積丹岬あたりを通過中です。このあたりで夕日が沈むのを見れたのですけどね。本当に残念です。もうすぐ小樽港です。日和山灯台が光っています。暗くてわかんないですが、白と赤の可愛らしい灯台です。小樽フェリーターミナルが見えてきましたよ。人道橋の通路の明かりが水面に照らされて綺麗です。長いので10倍速でお送りいたしますね。小樽フェリーターミナルの人道橋は本当に長いです。なかなか乗船できなかった初めての航路、そして小樽フェリーターミナルのこの景色を見ることが夢でもあったので、嬉しかったです。舞鶴フェリーターミナルで見送りをしていただいたこと、大学生のヨット部の方と出港シーンを眺め、少しお話できたこと、私にとっては良い思い出となりました。ありがとうございました。人道橋がフェリーとドッキングしました。
長い時間お世話になったお部屋とお別れです。ありがとうございました。下船です。いつもながら下船は寂しくて仕方がないです。また絶対に乗船しに来ますからね。それまでお元気で、浜那須。小樽フェリーターミナルの人道橋は三角屋根と水色の通路が素敵すぎます。長さがなんと250メートルもあるんですよ。だからなかなか渡りきれません。斜めに開いていた窓から浜那須を撮影してみました。高さといい、とてもナイスなアングルだと思いませんか？私はとても気に入りました。小樽フェリーターミナルの人道橋を渡り終えると、今度は3層吹き抜けの場所に出てきます。想像以上に広いターミナルでびっくりしました。小樽フェリーターミナルから JR 小樽駅まで路線バスが出ています。出発まで時間があるので探索してみましょう。新造船欅のポスターが飾られていました。12月からの就航ということです。これは乗船したいな。岸壁から人道橋と浜那須を撮影してきました。浜那須かっこいいな。小樽フェリーターミナルも外から撮影しました。とても立派な建物です。バスが来ましたよ。言い忘れていましたが、バスは下船当日20時までに船内の案内所にて利用することを言っておくように。新日本海フェリー浜那須はどうでしたでしょうか？私はすごく満足できました。ぜひ皆さんも新日本海フェリーの舞鶴から小樽間を利用してみてはいかがでしょうか？きっと楽しめるはずですよ。今回の新日本海フェリー浜那須の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。